無能 PM が俺の技術提案を横取りした結果、このアーキテクチャは俺が考えた。俺のブログに3ヶ月前から書いてあるけど、これは技術力ゼロの PM に手柄を横取りされた28歳エンジニアの逆転劇である。俺は都内の中堅 IT 企業で働く28歳のフルスタックエンジニアだ。大学卒業後、この会社に入社して6年目になる。技術が好きで、業務外でも技術ブログを書いたり、オープンソースの開発に参加したりしている。社内でも技術力には定評があって、難しいプロジェクトには必ず声がかかるような状況だった。順風満帆って感じだな。技術好きなエンジニアって感じで好感持てる。そんなある日、会社に大きなチャンスが舞い込んできた。大手 EC サイトを運営する企業からステム全面リニューアルの案件が来たんだ。予算は5億円の超大型プロジェクトだ。5億円。超大型案件じゃん。俺は技術チームのリーダーとして提案の検討を任された。俺は2週間かけて徹底的に調査し、最新のマイクロサービスアーキテクチャを提案することにした。具体的には Kubernetes を使ったコンテナオーケストレーションと Istio によるサービスメッシュを組み合わせた構成だ。これによりスケーラビリティと可用性が大幅に向上する。専門的でよくわからんけどすごそう。俺はこの提案を社内勉強会で発表した。参加した若手エンジニアたちからは大好評だった。すごいですね。最新の技術を使ってるんですね。これならトラフィック急増にも対応できますね。さらにこの内容を自分の技術ブログにも投稿した。アーキテクチャの詳細設計や実装例も含めてかなり詳しく書いた記事だ。 GitHub にもサンプルコードを公開した。オープンにしてるのいいね。技術者として正しい姿勢だと思う。そして客先へのプレゼンの日が近づいてきた。当然技術提案をした俺も参加すると思っていた。しかし PM から連絡が来た。いっちくん、明日の客先プレゼンだけど今回は俺一人で行くことになった。でも技術的な質問が来たらどうするんですか？大丈夫、君の資料をよく読んでおくから。それにこういう大事な場面は経験豊富な俺が言った方がいいだろう。でも決定事項だから。はあ？これ完全におかしいだろ。提案した一致がいかないとか意味不明。不安だったが PM の判断には逆らえなかった。 PM が客先から戻ってきた。やったぞ、契約取れた。5億円の大型案件だ。すごい。 PM さすがですね。会社始まって以来の大型契約じゃないですか。それは良かったですけど、客先の反応はどうだったんですか？大絶賛だったよ。特にマイクロサービスアーキテクチャの提案が革新的だって褒められたんだ。それって俺が考えた提案ですよね。まあチーム全体の成果だからね。君の貢献も評価してるよ。う。チームの成果？はあ？完全に横取りじゃん。それから数日後、全社会議が開かれた。皆さん、素晴らしいニュースがあります。この度 PM 君の尽力により会社史上最大の5億円プロジェクトを受注しました。 PM 君の革新的な技術提案が高く評価されました。いやありがとうございます。長年の経験を生かして最新技術を提案できました。部長、それは俺が。いち君、何か？あの技術提案は俺が作成したものです。マイクロサービスアーキテクチャの設計も全て俺が2週間かけて調査検討したものです。いっちくん、チームワークというものを理解してないのか。君が作った資料を俺がブラッシュアップしてプレゼンできる形にしたんだよ。いち君、今は祝いの場だ。個人の手柄を主張するような場ではないぞ。俺は何も言えなくなった。これはひどい。完全に一致が悪者扱いされてる。さて PM 君には特別ボーナス300万円を授与する。300万円。さらに次期課長への昇進も検討している。ありがとうございます。これからも会社のために尽力します。周りからは拍手が起こり、 PM は英雄のように扱われた。一方俺はただ席に座って
悔しさをこらえることしかできなかった。一致が不憫すぎる。この PM 絶対許せない。でも俺には証拠がある。3ヶ月前に公開した自分の技術ブログ GitHub に公開したサンプルコード、社内勉強会の資料とスラックでのやり取り、すべてタイムスタンプ付きで残っている。いつか必ず真実が明らかになる日が来る。おう、反撃の準備はできてるのか？証拠があるなら安心だ。プロジェクトが正式に始動した。俺は技術リーダーとして実装に入った。 PM は客先とのやり取りを担当することになった。ある日 PM からメールが来た。件名は至急技術資料作成願い。一致くん、客先からいくつか質問が来てる。Kubernetes のオートスケーリング設定について詳しい資料を作ってくれないか？それって PM が説明すべきことじゃ。まあいい。プロジェクトのためだ。俺は詳細な資料を作成して PM に送った。完全に丸投げじゃん。技術わかってないのバレバレ。また PM からメールが来た。今度はサービスメッシュの実装方法についてイスディオの設定資料を頼む。これも自分で説明できないのか。だがプロジェクトを成功させるため俺は黙って資料を作り続けた。その後も質問は続々と来た。障害時のフェールオーバー戦略は、データベースのレプリケーション設計は、API ゲートウェイの認証方式は、すべて PM が自分で提案したはずのことだ。なのに一つも答えられない。ボロが出まくってんじゃん。ある日 PM から呼び出された。一致くん、実は客先がちょっと不安がってる。質問に対する回答が遅いって。それは PM が俺に資料作成を丸投げするからです。技術的な質問には PM が直接答えるべきでは。は？俺はプロジェクト全体を見る立場だ。細かい技術的なことは君たちエンジニアの仕事だろ。はあ、自分で提案したんだろ。技術は買ってないくせに偉そう。状況はさらに悪化していった。客先からの質問に PM は専門用語を並べてごまかすようになった。その件はマイクロサービスのコンテキストでサービスディスカバリーとロードバランシングのアーキテクチャルパターンを考慮して。すみません、もっと具体的に説明してもらえますか？あ、それは詳細は後日資料でご回答します。客先の担当者は明らかに不満そうだった。完全に言葉だけ並べてる。客先もイライラしてそう。そしてついに決定的な日がやってきた。客先で技術的詳細プレゼンの場が設定された。来たー。いよいよ PM の無能がバレる時が来たか。プレゼン当日の朝、会社で準備をしていた。 PM は珍しく朝早くから出社していた。机の上には大量の資料が広げられていた。Kubernetes のポッド管理はデプロイメントとサービスの違いは？俺が作った資料を必死に読み込んでいる。額には油汗が浮かんでいた。一夜漬けかよ。今さら勉強しても無駄だろ。 PM、俺も今日のプレゼンに同行しましょうか？は？必要ない。俺一人で十分だ。そう言いながらもその目は不安でいっぱいだった。しかしプレゼン開始30分前、 PM から電話が来た。一致くん、今すぐ来てくれ。どうしたんですか？客先から技術責任者も同席してほしいと言われた。だから君も来てくれ。わかりました。すぐに向かいます。客先グッジョブ。いよいよ真実が明らかになるのか。急いで客先に向かった。会議室には客先の CTO や技術部長など技術に詳しい人たちが集まっていた。お待ちしておりました。それでは技術詳細についてプレゼンをお願いしますはい、それでは始めさせていただきます。 PM は資料を開いてプレゼンを始めた。本プロジェクトではマイクロサービスアーキテクチャを採用し Kubernetes によるコンテナ管理を行います。 PM の声は震えていて明らかに
している。少しよろしいですか。クバーネテスのオートスケーリングについて、具体的には HPA と VPA をどう使い分けるのですか。その HPA は水平方向のスケーリングで、 VPA は垂直方向の、それは分かっています。どのマイクロサービスに HPA を適用し、どのサービスに VPA を適用するか、その判断基準を教えてください。それは状況に応じて適切に。ではサービスメッシュについて質問です。イスティオのサーキットブレーカーの設定は、サーキットブレーカーは障害を検知して、具体的な域値の設定を教えてください。エラー率何%でブレーカーが作動するのですか？それはエラー率が高くなったら。全然答えられてない。ボロボロじゃん。すみません。一つも具体的な回答がないのですが、本当にこのアーキテクチャを理解しているのですか？もちろん理解しています。ただ詳細な実装は技術リーダーにイッチ君説明してくれないか。来た、イッチの出番だ。わかりました。 HPA と VPA の使い分けについてですが、 HPA は水平スケーリング、つまりポット数を増減させます。トラフィック急増に対応するサービスに適用します。 VPA は垂直スケーリング、 CPU やメモリのリソースを調整します。リソース消費が変動しやすいバッチ処理などに使用します。なるほど、明確ですね。ではサーキットブレーカーの位置は？イオのサーキットブレーカーはエラー率 5% 以上、または連続5回失敗で作動します。リトライは2バックオフで最大30秒間隔です。素晴らしい。とても具体的です。一致すげえ。完璧な説明だ。他にも質問があるのですが、よろしいですか？はい、何でもお答えします。これから30分間、俺は全ての質問に完璧に答え続けたデータベースレプリケーション、 API 認証方式、モニタリング戦略、障害復旧手順、全てに対して具体的な数値の設計を示した。素晴らしい。完璧な説明でした。ところでイッチさん、この技術提案の内容、どこかで見た覚えがあるんですが。さあ、思い出しました。これあの技術ブログの記事と同じですよね。クバーネテスとイスティオを組み合わせたマイクロサービス設計の詳細記事。呼んでくださったんですか？ええ、あの記事は素晴らしかった。実はあの記事を読んで御社に声をかけたんです。イッチのブログがきっかけだったのか。あの記事は確か3ヶ月前に公開されていましたよね。はい、その通りです。私が書いた記事です。ということは PM さん、あなたが考えたと言っていた提案は実際にはイッチさんが作ったものなのですか？それはチームで待ってください。プレゼンでは PM さんがご自身で考案したとはっきりおっしゃっていましたが、それに今日の質問にも全く答えられなかった。本当に理解しているなら答えられるはずです。これは重大な問題ですね。今後イッチさんと直接やり取りさせていただきたい。 PM さんはプロジェクトから外していただけますか？そんな PM の顔は真っ青になっていた。全てが明らかになった瞬間だった。翌日、緊急役員会議が開かれた。 PM 君、昨日の件について説明してもらおうか。客先から正式にクレームが来ている。申し訳ございません。イッチ君の提案を自分のものとして。過去のプロジェクトでも同様のことがあったと聞いている。はい、私も被害に遭いました。私のアイデアも横取りされました。重大な不正行為だ。 PM 君、君を降格処分とし営業部への異動を命じる。特別ボーナス300万円は全額返還だ。そんな。そしてイッチ君、君をプロジェクトマネージャーに昇進させる。年収が150万円アップ、特別ボーナスに100万円を支給する。ありがとうございます。その後、客先からさらに追加で3億円の案件を受注した。客先 CTO との信頼関係が構築できたからだ。一方 PM は営業部で苦戦していた。技術力がないため客先での信頼を得られず、成績は最下位が続いている。社内では手柄泥棒と
そして有名になり、誰も協力しようとしない。完全な因果応報。自業自得だな。そして俺は技術ブログが業界で注目を集め、複数の企業から講演の依頼が来るようになった。会社での評価も上がり、今では大型プロジェクトを任されている。技術力は決して裏切らない。そして王くんにした知識は必ず自分に返ってくるものだと実感した。最後まで読んでくれてありがとう、塩津。面白かった。スカッとしたぜ。技術力は全てだな。 PM 様